世界遺産の町ホイアン。ぶっちゃけ人多すぎません？私が求めていたのはもっとゆっくりとした大人の時間。でも少し離れてみたら、そこにあったのは私が思い描いていたベトナムでした。ダナンから車で45分。次のステイ先はホイアンです。今日から泊まるのはこちらのパームビュービラさん。こちらのホテルはすべての部屋がプール付きのプライベートヴィラになっています。わー。This is キングサイズベッドに小さなダイニングテーブルとソファー。こちらがバスルームエリア。大きなお風呂付きです。私は毎日お風呂に入ってリラックスできました。I'm sure the paintball is very cheap. Why? Yeah, I think we have outdoor shower also. Why is this is a bathroom? トイレの隣にはお風呂とは別にシャワーがついています。This is shower here. Oh my god, this is この大きな姿見も女性には嬉しいですよね。Nice. Did you get that? Yes. And then we have extra bedroom. しかも長めのステイだったからか、アップグレードしてくれて、エクストラベッドルームのついているヴィラにステイできました。イエイエイエイ。Unbelievable. しかもこちらのホテル、朝食とランドリーサービスが無料。シーズンにもよりますが、私たちが泊まった時期は1泊80ドルくらいでした。このクオリティの部屋にこの値段で泊まれるのはやっぱりベトナムのいいところですよね。マネージャーのバウさんと息子さんです。このお二人にはとてもお世話になりました。こちらが朝食スペース。その他無料の自転車やスクーターのレンタルサービスなどがあります。パームビューヴィラの名前の通り、こちらサイドは川になっております。私はすごく蚊に刺されやすいので、このロケーション、蚊の心配をすごくしたのですが、まだ時期ではないのか、そこまで蚊には刺されませんでした。到着後、もちろんすぐにプール。思ったよりも水が冷たくて、私はなかなか入ることができませんでした。これね、思い切って入っちゃえば大丈夫なんですけど、プールについていた浮き輪でぷかぷかと今日はね、浮いていました。こんな感じで1時間ほどリラックスしてプールを楽しみました。プールの後はバスタイム。石造りのお風呂はお湯が冷めやすいので、ちょっとだけ熱めのお湯を入れました。こちらのお風呂も外から丸見えですが、誰も入ってこないので、プライベートヴィラ最高です。すっかり夕方の日差しになってしまいました。旧市街まで夕飯を食べに出かけます。ホテルから旧市街までは4キロ弱ぐらいあるのですが、お散歩がてら今日は歩いて行ってみました。ホテル前の道は結構交通量が多い道で、歩道もないので車やバイクには気をつけながら歩いていきます。
途中で会ったこのワンちゃん、人懐っこすぎてずっとついてきてちょっと困りました。歩いて5分くらい、田んぼエリアに入る道にぶつかり、これを右手に入るとずっと続く田んぼエリアになります。My God, the most beautiful place I've ever seen. 大きな川沿いの道を進むとホイアンの雰囲気が出てきました。Beautiful sunset. Wow, it's better. Hi. 旧市街へと続く川沿いの道にはレストランが並んでいます。どの店もベトナム風屋台の雰囲気があって活気がありました。とりあえず旧市街にたどり着きたいので一旦見過ごして先を急ぎます。こちらがオールドタウン旧市街です。夕方近くなのにすごい人なんですよね。京都の嵐山の観光客がごった返しているあのエリアみたいな、そんな印象を受けました。基本観光客とそれ目当てのお店、完全に観光都市です。こちらの街は安くスーツやドレスを仕立ててくれるテイラーが有名で、この通りの両サイドがテイラー。アンソニーも最初はジャケット作りたいって言ってたんですけど、この観光客の多さといかにも観光客向けの店にドン引きしちゃって、私たちね入店すらしませんでした。日本でもいかにも観光客向けの店には私たち入らないですよね。そんな感じです。それにしてもこのバイクの交通量も相変わらずすごいです。多すぎる観光客とバイクに私たち若干パニクってます。イメージは落ち着いた古い街っていう感じでしたが、まるで渋谷か原宿。正直ちょっともう帰りたくなってます。
うん。わさっきのテイラーのある大通りから小道に入ると、バッグや小物などのお土産を売る店へと変わります。かわいいカフェやおしゃれなレストランなんかも横道に入った方があります。ー。Your favorite hat everywhere. I know. Should I buy it? 私たちがちょうど行った時がルナニューイヤーの時期だったので、多分普段よりもテッドの飾り付けなので、さらに街の中が可愛くデコレーションされていたんじゃないかなと思います。この人力車みたいな一人用のトゥクトゥクみたいなのがすごい人数ねスタンバってて、見てて面白かったです。すっかり日が暮れて、いよいよホイアンの醍醐味出てきました。ホイアンといえば川での灯籠流し。小さなボートに乗ってろうそくを灯した灯籠を流すアクティビティです。私も本当はやってみたいと思っていたんですが、なんせね客引きがすごすぎて結局嫌になり、やらずに川辺を離れました。旅行に行ってるのに旅行者への必要な客引きにドン引きしてしまうあるあるです。ということで一旦ご飯休憩でホイアンチキンライス、コムガーとコーヒーをいただきました。こちらのカフェすごい可愛かったんですけど、お名前忘れました。ごめんなさい。ということでみんなが灯籠流しで街中が落ち着いたので、仕切り直して小道散策。旧市街の醍醐味といえば迷路のような細い小道に可愛いカフェや隠れ家的なレストランを発見すること。本当にこんなところにっていう奥まった場所に思いがけない素敵なレストランを見つけられます。ただもう一回行けるとは思えないのがネック。お気に入りを見つけたらちゃんと名前をブックマークしておくことをおすすめします。はい。わー。Right. We have to come here. We'll never find this place again. It's coffee restaurant. Avocado. Secret garden. 今回私たちこの一角にある素敵なレストランに足を運ぶことがなかったんですけど、どなたかね行ったことある人はぜひ感想を教えていただきたいです。はい、次の朝です。こちらのパームビュービラさんは毎朝無料で朝食がついてきます。 Good morning. Okay, thank you. Please order from that menu on both sides and the food on the table and the plate with you. Yeah. Thank you. このメニューの中から何でも自由に注文していくつでもいただくことができます。私たちはオムレツ、ベーコン、フォー、ベトナムコーヒーを毎日いただきました。
注文してから作ってくれるのが嬉しいですよね。さらにトーストやフルーツなども自由に取ることができます。今日は朝食を済ませた後、ホテルからお目当てのカフェまでお散歩がてら近所を散策します。私たちのホテルは小さな川沿いにあって静かな住宅地になってます。ベトナムの田舎らしい静かで可愛らしいお宅は私の地元千葉の九十九里にも似た雰囲気で住み心地が良さそうです。どのお宅もお花を飾ったりペットの飾り付けなどでとっても綺麗にしていました。ホイアン名物の田んぼエリア、ライスフィールドです。そこを歩いていくと大きな角の水牛、よく見ると子牛もいて、ここで草を食べるためにつながれていました。放し飼いではないんですね。まあちょっと安心。それでもこんな近くにこの大きさの牛さんに対面できるのはすごいです。Oh. Hello. This is going to be an awesome video. Hello. Hello, nice people. Hello. Hello. So cool. Because they don't know where we come from. Nice people. 歩いていて分かりましたが、ホイアンはかなり平坦な道が多く、自転車にはうってつけの街。歩くのが大好きな私たちはベトナムに来てからほぼ毎日2万歩歩いています。歩くことでしか感じられない、乗り物に乗っていたら見逃してしまうスポットなんかを見つけられるので、街歩きもおすすめです。この道端にさりげなかった盆栽カフェなんかはいい例です。こんな小道も雰囲気があって大好きです。目指すカフェはもう少し。見渡す限りのライスフィールド、誰もいない道、私が思い描いていたベトナムの田園風景に感激。
こんなのどかな道を進んでいくと、私たちが行きたかったカフェが見えてきました。田んぼのど真ん中に佇むロビングカフェ。私がホイアンで一番行きたかったカフェ。だって田んぼとおしゃれなカフェが仲良く融合してるんですよ。すごいコラボレーションです。テーブル席だけではなく、ベッド席や田んぼに面した座敷席などもあります。私は憧れの座敷席に。アンソニーはソルトコーヒー、私はココナッツコーヒーを注文しました。The best thing I've ever tasted. It's so good. This is so good. That's the best. Here, a beautiful something. Roving chill house. We are roving chill housing. この日はピーカンでめちゃくちゃ暑い上、座敷の半分が日向で、私のココナッツコーヒーもすぐにとろけてしまいそう。ほてった体にキンキンのコーヒーが染みます。Boil it. You can make tea with that water. Put a tea biscuit, tea bag in there. 店内はとても広く、座る場所によって違った雰囲気を味わえます。It's beautiful. Yeah. お会計の後分かったのですが、私たちの座った席の反対側にも同じくらい大きなスペースがあって、そちら側には風が気持ちよく吹き抜けていました。ちなみに私たちの席は無風。席を決めるときは一通り店内を一周してから決めた方がいいと思います。ロビングカフェ。ホイアンで一番楽しみにしていた場所でしたが、期待を上回る素敵なカフェでした。無事にホテルまで戻ってきました。ここのビラ、入り口から私たちの部屋までご案内いたします。ホテルの入り口から個々の部屋まで落ち着いた作りでリゾート感ありますよね。迷わずに部屋までたどり着けました。Hey, somebody clean? Oh, they cleaned the pool. Whoa. 次の日です。ホテルでバイクを借りてビーチまで行きました。ちなみに 50cc のバイクなら免許なしでも大丈夫ですが、2人乗りができる 250cc は免許が必要なので、
現地で乗りたい人は国際免許を取っていった方がいいです。ホイアンは街が有名ですが、ビーチもあるんです。アンソニーが運転するバイクに乗ったのは初めてで、最初はちょっと緊張しましたが、なんとか無事に目的のビーチに着きました。バイクはビーチ手前の駐輪場があるので、そこで有料で預かってもらいます。2000ドンくらいだったと思います。Ocean is so close. アンバンビーチに着きました。こちらのビーチは2024年トリップアドバイザーのアジアのトップ10ビーチの一つに選ばれたことがある白い砂浜とターコイズブルーの海が美しいビーチ。なのにダナンビーチのような騒々しさもなく落ち着いたビーチリゾートで、ホイアンの旧市街からも近いロケーションにあります。ダナンビーチ同様、ビーチ沿いのレストランがパラソルとビーチベッドも貸していて、こちらも2つで5000ドン。ダナンビーチと同じ値段でした。天気も良くて海も美しくテンションが上がります。スイカジュースとミルクコーヒー、ソルトコーヒーを注文。だいたい1ドルずつぐらいかな。こちらのビーチ、人が少なくていいんですが、その分お土産を売りに来るね、売り子さんたちがお客さん少ないからひっきりなしに来て、それがちょっと面倒でした。お昼は近所でランチを食べました。ビーチのメイン通りを横道に入ったミミレストラン。Google の評価が高かったご家族経営の静かなレストランです。こちらの揚げ春巻き、中にエビのすり身が入っていてパリパリで美味しかったです。ホイアン名物のホワイトローズ、エビのトマト炒めみたいなやつ、あとはチキンチャーハンをいただきました。どれも美味しかったです。帰りは道端のおばちゃんからコーヒーを買って一息つきました。私たち全く気がついてなかったんですけど、この日は大晦日でした夜ホテルの近所にね、夕飯に出かけたんですが、大抵のお店はお休みでした。I wanna thank you. I wanna thank you. I wanna thank you. Hello. He said hello. たどり着いたのは可愛いワンちゃんがお出迎えしてくれたこちらのレストラン。ランタンレストラン&クッキングクラス。When I'm in Vietnam, I choose Tiger View. こちら大晦日にもかかわらず開けていてくれて、昼間はベトナム料理の教室もやっているそうです。私はパパイヤサラダ、アンソニーはベトナムのパンケーキみたいなやつとバーガーを注文しました。Riding through the rice fields on the way home from doing errands. We rode around the old town. Now we're riding very peaceful. This place is crazy because if you go a few blocks over, it could be very busy. ということで新年明けて元日、とうとう自転車で街散策、カフェ巡りをします。最初のカフェはトリンカフェっていうのかな。こちら旧市街の川を挟んだ対岸にあるカフェです。こちらのカフェ、アボカドコーヒーとか
アボカドメニューが人気みたいで、私はマンゴーアボカドスムージーをいただきました。敷地内の至るところにブランコや木の上の家みたいな可愛い映えスポットがあって、写真を撮るにはもってこいのカフェ。コーヒーをエンジョイした後、私たちもたくさん写真を撮りました。Everything good? Wow. Yeah, we're gonna have to buy like as much coffee as we can carry. Next stop is FIFO Coffee. Today we're gonna do coffee trip. Just 2. Yeah, it's right over that bridge. Go see that bridge? Go over that bridge, and then right there. 昨夜は年越しで夜中花火がバンバン上がっていたんですが、こちらのカフェなんかだとすごく盛り上がっていたんじゃないかなと思います。私なんかはね、年越しって知らなかったので普通に寝てました。夜中うるさいなぐらいだったんですけど、残念ながらテッドのお祭り騒ぎには参加できませんでした。本当に年々年重ねるごとに年越し普通に寝ちゃうようになっちゃうの、なんででしょう。カフェには菜園もあって、フレッシュなお野菜を使ったメニューもいただけます。元旦の旧市街の街は人通りも少なく、自転車でも走れました。Going through a skinny alley here. 次のカフェは旧市街の真ん中にあるFIFO Coffee。こちらのFIFO Coffee、ホイアンで一番有名と言ってもいいくらい有名なコーヒーショップです。クラシックな建物、ベトナムらしい趣の店内でいただくコーヒーはかなり濃厚でしっかりとした味わい。16から17世紀、国際貿易港として栄えたホイアンの町。その後、川の変化などで港としての役割は少しずつ衰退。でもそのおかげで大きな開発や戦争などの被害もなく、昔の街並みが今でもそのまま残っています。1999年、世界遺産にも登録され、ランタンの明かりあふれる美しい街として世界中から旅人が訪れる街になりました。旧市街から自転車で15分ほど、少し外れた住宅街にやってきました。オーガニック化粧品のお店、タランさん。日本人オーナーさんが手掛けるオーガニックのタマヌオイルをメインにした美容系オイル、化粧品などを扱うお店です。タマヌオイルとは東南アジアで肌のケアに昔から使われてきた天然オイル。肌の修復やエイジングケアに効果があるそうです。こちらで私はお土産と自分用の美容オイルを購入いたしました。夜はまたスクーターを借りてアンバンビーチまで夕食に出かけました。忘れていましたが、この日はルナニューイヤーの元旦です。多くのお店がやっていない、閉店が早い、メニューを制限しているなどなど、外食はちょっと大変です。
あとエクストラで 20% ほどニューイヤーチャージをしているので、そこら辺もこの時期に出かける方は気をつけてください。私たちが最初に入ったルーツバーさん、すごくリラックスムードのいい雰囲気のバーでしたが、キッチンがクローズしているとのことでドリンクだけ飲んで早々に退店。違うバーで簡単に食事を済ませて退散しました。まあ仕方ないですね、元旦だから。夕食後デザートが食べたいということでジェラート屋さんまで行ってみました。 Google ではオープンしてるということだったんですが、こちらももう閉まっていました。残念。新年2日目、今日も自転車で近所にお散歩に出かけます。Unbelievable. Banana tree. Just pick a banana. Just pass by on your bike. 私たちホイアンに6泊したのですが、もしこれぐらいの日数いるなら1日ミーソン遺跡へ行くツアーを入れてもよかったかもしれません。もはやチャリ旅すぎてご近所感覚になってきました。Yeah, we did this many times. 新年2日目ということもあって行きたかったカフェもやっていませんでした。残念。でも田んぼの中のサイクリングはそれだけでも楽しいです。ホイアンにもあったビキニボトムさんで安定のランチ。こちらはずっとねやっておりました。こちらのお店は川沿いにあって古い映画館のような作りでとっても可愛い。このビキニボトムさんは人気チェーンレストランと言えると思います。どこの店舗もスタッフさんもフレンドリーでサービスもよく、フードも大満足。ベトナムでご飯に迷ったらビキニボトム。夜のホイアン、歩いて川沿いをお散歩します。川沿いのレストランは観光客向けが多いので商売繁盛、しっかりとお店を開けてますよね。こんな時はこういうお店が助かります。旧市街まで行くとちょっと遠いし、川沿いでコーヒーでも飲んで帰ろうと気になっていた船のお店へと入りました。なんか屋形船を思わせる外観で、内装はお祭りの屋台のような感じでした。他のお客さんはご飯やお酒を頼んでいるのに、私たちはコーヒーとスムージーを頼みました。なんかね、頼んでないビールも来てしっかりチャージされていました。また祭りの後みたいな雰囲気味わいながら歩いて帰ります。次の日は早いものでラストデーということで、一日ゆっくり部屋でくつろぎました。昼間はプールでエクササイズしたりリラックスしてホテルを満喫。夕方早めの夕食を取りにホテルから5分、田んぼの真ん中にあるレストラントクさんへ。こちら私たちがベトナムで入ったレストランの中で一番ハイエンド。すべてのお皿が見た目も味も素晴らしく、私たちは飲まないけれども世界中から取り寄せたワインやカクテルも種類豊富です。ちょっと高いけれども2週間のベトナム旅行の最後を締めくくるディナーとしては最高でした。ホーチミンからダナン、ホイアンと旅をして感じたこと。ベトナムは思っていた以上に素晴らしい国でした。もちろん街のそこいら中にゴミが落ちてたりとか、ぼったくりな値段ふっかけてきたり、それは発展途上国あるあるですが、基本的にベトナムの国民性はすごくフレンドリーで好奇心旺盛。
これからどんどん経済的にも発展していくパワーを感じました。それでもこのベトナムらしさ残してほしい。朝8時、 Anthony, 空港へと向かいます。 how's feel? We gonna leave. Oh, feeling good. I mean, we spent a good amount of time here, and I'm ready to go back, starting in the direction of home. 6泊という長い期間お世話になったバウさん。帰国前日にもチケット予約の確認でベトジェットに電話してもらったり、お土産のコーヒーを安く分けていただいたり、宿泊だけでないこともいろいろ面倒を見てもらいました。今回私たちが利用したのはベトジェットエア。こちらのベトジェット、裏技を一つシェアをしたいと思います。基本24時間前にオンラインでチェックインができるのですが、できないことも多い。できた時はその時に座席指定をして足元の広い席を確保してください。結構狭いです。国内なら500円くらいから広い席にできます。もしオンラインチェックインできない時、焦らないで、早めに空港へ行ってチェックインカウンターに行く前にベトジェットのカウンターへ行って優先チェックインフィーを払うと座席を前のビジネスクラスに取ってくれます。こちらのフィーも距離や国内外で変わりますが、日本まででも12ドルぐらいでできるので、2000円ぐらいですね。6時間フライトなら絶対にやった方がいいです。チェンジしたおかげで LCC の旅もかなり快適に過ごせました。もちろん最初のチケット予約の時点でアップグレードしておけば安心です。私たちは今回初めてベトジェットさんを利用したので、チケット予約時にはよく分かっていなかったんですね。今回の旅で何回か利用させてもらって、この裏技をゲットしました。3回にわたるベトナム Vlog いかがでしたか？少しでも旅の雰囲気を感じてもらえたら嬉しいです。ちなみに羽田に戻ってきた時間は夜中の1時。私たちはターミナル直結のホテルを予約していたので、すぐに部屋に入れて快適でした。でも日本のホテル高くてビビりますね。